級ニュース大賞。絆と毎年ディズニーで拾いました。また作ってくださいっていう。全部忘れちゃう。すごいよ。さあ始まりました乃木坂今週シカルパラナマです。よろしくお願いします。せーの、バリぶち上げな B 級ニュース BBB。 あらいいね。なんでしょうね。今日なかなか良かったですね。はい、さあ日村さん、はい、それでは本日の企画お願いいたします。2024年を振り返ろう B 級ニュース大賞。毎年恒例乃木坂46の昨年のさまざまな活躍の裏で実は人知れず巻き起こっていたメンバーのごくごくちっちゃなニュースを紹介します。永久ですね、こういうのは。まずは1月から5月の乃木坂 B 級ニュースは、林正月にキングおせちを食べる。井上ディズニーで乃木坂に出会う。こんなことあんだ。伊予木国宝を発見。いや永久じゃんよ。遠藤お兄ちゃんちのカレーが好き。一ノ瀬久保の言葉が思い出せない。伊藤最高のカヌレに出会う。川崎デーモン川崎になる。菅原大吉のタクシーに乗る。中西巨人と出会う。巨人なの。八久保友達ができる。梅沢眠り姫を発見。松尾母がサインボールをキャッチ。岡本事件現場でピクニック。以上1月から5月の乃木坂 B 級ニュースでした。まず林からいきますかね。キングおせちってなんだろう。私毎年年明けにみんなで歌番組とか出させてもらった後に深夜に友達と一緒に初詣に行くのが恒例なんですけど。待っててくれるわけ。そうなんですよ。もう夜中から行って並んでおみくじとか引いてとかするんですけど。誰と？オムライスの大学のオムライスの友達。よくすぐこれ出てくるな、このオムライスが。3人で行ったのじゃあ。いや、絆と毎年。ごめん、あれ林はどれなんだっけ。林は林ライスなんだよね。で絆と一緒に毎年初詣行った後に24時間でやってるすき家に行くのも恒例で。そうなんですよ。そこで毎年新年一発目に牛丼食べるっていうのをやってるんですけど、で今年は一番でっかい裏メニューのキング牛丼っていうのにチャレンジしたっていうのが。キング牛丼。モリモリだね。モリモリで。これ何？その特盛りとか。でかそうです。なんかさらにキングってのがあるわけ。キングメニューには実際なくて、こうメガの倍盛りでくださいっていうふうに言うとこのキングサイズの牛丼が出てくるっていうので。これ食い切れる？これを頑張って絆と一緒に食べました。そういうことしていいのね。絆深まるね。でも確かに歌手の人とか紅白出たりカウントダウン TV 出た後出て過ごしてんのかなと思って。そうだね。林みたいに初詣行くとか。結構そのまんま行くの？じゃあもうこれでうわーって晴れ晴れした気持ちで初詣。あ、いいね。そうか。アドレナリン出てるしね。アドレナリン。デブ。口の中デブ。いいですね、林ね。本当に友達いるんだね。よかったね。でもいいね。さあ続いて井上ですね。はい、家族で三が日とかに。そんな時に行ったの？そうなんです。ディズニーに行ったら帰り際にちょっとあったので、ぜひ写真見てもらいたい。写真撮った。ひなちさん。ひなさん。樋口さんの乃木坂のパスケースのグッズをディズニーで拾いました。あったってメンバーにあったわけじゃないの？そういうことね。はい。これじゃあ落とした人がいるってことだ。そうです。しかも中に定期とかも入ってて、だから日常使いをしてディズニーにも持ってきてくれたファンの方がいらっしゃって。これはそれを井上が拾うっていう。そうだね。今見てびっくりしたかも。この赤のこれってミッキーじゃないよね。確かに。確か
これ井上。弟です。あ、弟か。はミッキーと同じカラーリングで言ってんじゃん。いやいやいいね。ねえ、下黒で、これ捨てたんだ、中だけで。いやいやいやちゃんと届けました。ちゃんと届けたの。はい。もしこう受け取ってる人がいたらそれ拾ったの私だよ。いややばいよ、そんなの奇跡だよ。これサインしとけばよかったな、こっそり。あ、そうですね。確かにサイン残して。でもいや、樋口さんのファンなんで。いやそいつ最低だわ。そいつ最低、大嫌いそいつ。さあ続いていきましょう。良き。これ A 級じゃん。これ A 級じゃん。国宝発見ってどういうこと？いやめっちゃ B 級なんですけど、私の宝物でありおばあちゃんの持ち物なんですけど、ちょっと動画見てください。動画？タプタプやがあかんねんよ。ナンバーしてほしい。ばあばの好きなとこタプタプ。タルンタルンがあそこってことね。ここが国宝級ってことね。おばあちゃんのここが大好きで、タプタプじゃんってずっと言ってた。あったら本当にずっと触ってるんですけど、おばあちゃんと私の父と私は多分同じ感じの肌質なんですよ。お母さんとかじゃダメなんだな。お母さん違うんですよ。でお父さんはその節があるんで、ああ、なるほいいね。最近いい感じになってきてます。あそう。ど。おばあちゃんにこれ出すよって言った？言ってないです。おばあちゃん嫌かもしんないぞ。言ってないで。このタプタプだ、タプタプじゃ出しちゃダメだな。俺もおじいちゃんのここが同じようだった。タルタルで。おじいちゃんのおじいちゃんの膝の上乗っかってずっとこうやって刺したんだって。俺ずっとここ気持ちだったおじいちゃんも。すげえわかるこの気持ち。おじいちゃん B 級でしたね。 B 級だね。はい、じゃあ遠藤行きましょう。お兄ちゃんちのカレーが好き。これ何ですかこれ？お兄ちゃんは設楽さんおい、そういうこと？はい自分のじゃなくて？じゃなくて、あれ食ったの？え、どういうこと？ 2月に赤鉛筆のあそういうことか。ライブに出演させていただいた時のケータリングに設楽家のカレーっていうのがあって、はいはいはい。これが本当に美味しすぎてうまいんだよね。忘れられなくて、また作ってくださいっていう。なるほどね。はこれ来てくれたメンバー食べてる子もいるかもしれないけど、これ熟カレーがあれば大丈夫できるの。熟カレーがでも結構売ってないのよ。そっか。でもうルーを山ほど入れる。もう鬼のように。今度じゃあ作ろうかねあれね。いいね。ねここで。いや川でやろうよ。河原で。バーベキュー的なノリの方が。川で食うとさらにうまいから。前サンドとロケ行った時に作ったことあんのよ。そう。でバナナサンドで。日村さんさ5回もおかわりしちゃった。もう収録終わってて結構余ってたからスタッフさんもほら食べなよスタッフさんもって言ったけどすげえ食うからスタッフさんがちょっとあんま食べんなよ。自分が食べたいから。あと設楽家はカレーだったけど日村家のスープ日村家のスープは食べなかった？食べました。お本当ありがとうありがとう。でもその思い出あんまなかったかな。いやカレーが衝撃的カレーが正直すすぎてね。あ本当うんありがとうありがとう。だって今野さんが俺らの赤鉛筆の楽屋見てこういうことだよって言ってたもん。ケータリングこういうことだよ。俺らが好きなもんをスタッフが用意してくれてた。そうね。そう今度さ全国ツアーとかの時今日は誰々家のカレーとか1個あれもスタッフさんが作ってくれてるやつだからまあ俺が早くから行ってやんないじゃん。武道館初めてやる当日にさだから誰かの家のカレーとか久保家の餃子とかわかんないけどさ小吉の酢豚とかさ絶対不人気ですよ。誰も食べない。当たり前だろ当たり前だろ。そんなことない。ライブ出れない人が出てくるからさ。一ノ瀬はい。久保の言葉が思い出せない。最近ちゃんとした悩みがあってもう嬉しかったこともなんか悲しかったことも全部忘れちゃうなんかどうした？本当にやばいじゃんか。嬉しかったことも忘れちゃった。本当にそれが悩みだったので去年からつぶやける日記みたいなのがアプリであって書いとくと。あなるほど。去年の2月にこういうのをつぶやいていて下から読むんですけど昨日は久保チャンネルに出た素敵な言葉をかけてくれて嬉しかったなって宝物まで書いてるので多分すっごく嬉しい自分の中の宝物だこの言葉はって思ったんですけど
その一番大事なの書いてねえじゃん。もらった言葉を書いとかないと。これはもうでも今日いい機会だから久保に聞きゃわかんじゃない。久保チャンネルに出た時に話した内容覚えてる？本当に覚えてなくて。それって収録されてるやつ？収録で。じゃあ見りゃいいじゃん。確かに。見たんですけど一体どこ？それやばくね。見返したら響く言葉がないっていう。いやだからカットされてんでしょ。カットしてる中に埋もれてんじゃん。久保チャンネルはほぼカットなしで出してる。マジで？それが売りの番組で。マジか。宝物の言葉を書いとかないと。でも俺も昔さいつもライブやる時にさ、早く始めるって毎年言ってんのにいつもそうなってたから、ネタ帳にでかく書いたわけ、もう来年こそは早く始めるぞって書いたら、そのノートごと火事で焼けちゃったことがある。だからもうそんな書いても無駄なんだよ。でも火事になったその日に色物やってる番組があってさ、俺らその日100万取ってんだよ。その火事で焼けた携帯出したらドカーンと受けて。みんな気をつけてタバコの日には。いや吸ってないから。続いてこれはなんだ最高のカヌレってよ。私すごいカヌレが大好きなんですけカヌレなど、美味しいよな。もう史上最高のカヌレに出会ってしまって、梅ちゃんが作った手作りのカヌレ作ったの？そうなんですよ。ついにじゃん。ちゃんとカヌレじゃん。すげえ手作りには見えないね。もうなんか食感とかも完璧で、カヌレってむずいじゃん。私もカヌレ好きで、リリアも言ってたよね前もねそうなんですよ。リリアも好きっていうのを聞いて作ってみようと思って型を買ったんですけど、めっちゃ難しくって。だよね、あれ中途半端な硬さじゃんカヌいやレって。そうなんですよ。生地をなんか寝かせないといけなかったりとかしてめっちゃ難しくて、これもちょっと焦げがムラになっちゃってて、確かになんか完成形がもう本当20個ぐらい焼いた中で本当数個しかなくて、それをなんかちょっと初めて作ったからってあげたらなんかすごい喜んでくれて。それがでもめちゃめちゃうまかった。めっちゃ美味しくて、外カリッとしてはいはいそれうま中いよねもちっとしてる、もう自分の結構理想系のカヌレで。すげえ。今度作ってきてよ。いいんですか？人数分。なんかそういうの今度やろうか。自慢の俺カレー作るからカヌレ作って。あいいね。だからどんどんいろいろやりたい。ね。それいいよ。さあ続いてはい。川崎。はい。これ意味がわかんない。デーモン。デーモン。以前ヤクボさんの配信番組に出演させていただいた時にメイク時間が30分ぐらいしかなかったので、すっごい焦ってしまって、シェーディングをこのぼかし忘れてしまって。ああデーモンってそういうこと。楽しみ。お願いします。変わらないだろ。お願いします。こんなに女の子がギャーギャー言うってことはちょっとやっぱデーモンなんだ。ちょっと濃いな。やっぱデーモンと思ってるからこっちはやっぱさ。ねもうこれでブワカッカデーモンカッカぐらいこうね。それで思ってるからね。別にやんなくてよくないだったら5個。でもファンの方もすごいみんな気づいてくださって、なるほどね。なんか今日シェーディング入れすぎじゃないみたいな。そんなの言うんだ。まあ全然可愛い。だよね。全然。さあ続いていきましょう。じゃあ出た。何これ？大吉のタクシーに乗る。何これ？そうなんです。ついに大吉への一歩を踏み出しまして。何これ？なんか都内で7台しかない公知ってる園のタクシーみたいな。それ乗るとラッキーみたいなやつね。そうなんですよ。これもらえるんだよな。乗ると証明みたいなのもらえる。5000分の7台しかないってこと？ないです。普通に呼んで来たタクシーがこのタクシーだった。これ結構乗ったことある人割といるよね。あ、そう。そうなんだ。乗ったことあるの？ほらいるんだよ。いるんだ。乗ったの？だからあのカードもらったでしょ。もらいました。私は帰り際にしれっと言われてます。素敵。小吉のじゃあこれ大したニュースじゃないなより。まあ公園のタクシーなので。他はいない。私も。カキも。すげえじゃん。カキも久保も。いつ頃乗ったのカキってそれは？一昨年とか。で言うほどでもないとかあれなんじゃん。みんなここにも出したことない。周りはニュースとして言わないんだから。カキはおととし乗ってんのに言わないんだから。それはそう確かに。続いて。はい。これ野球の？あ、違います。私が NHK でレギュラー番組を持たせていただいてるんですけど。嘘つけ。本当です。しかも俳句です。
どういう嘘ですよ。レギュラー番組を NHK で中西がレギュラーなんかあるわけないだろ。NHK の NHK 俳句っていう俳句のレギュラー番組をやらせていただいてて、ゲストさんが来てくださるんですけど、それの広報用写真を撮ったんですけど、でかっ。まあ彼はでかいわ確かに。つかこれ真横にいる？真横にいます。嘘だろ。中西こんな顔ちっちゃくねえだろ。小坂さんが多分180いくつ、すっごい大きくて、で翌月にも別のゲストさんが来てくださって。あ、伊集院さんな。伊集院さんってほらデブじゃん。デブって伊集院さんでかいよね。確か中西ちっちゃ。真横にいんのこれ？並んでます。中西ってメンバーの中でも顔ちっちゃい方？いや別にそんなことないと思います。ちょっと早いな今のだよな。落語といえばね、友達ない言ってたじゃん。ついに大学4年生にしてお友達ができました。全然勉強じゃないよこれ。ありがとうございます。友達できるなんてよかったな。よかったよ。グループワークで人と喋らないといけない授業だったので、一人で受けるの大丈夫かなって思ってたら、同じように友達が同じ授業にいないっていう子が声をかけてくれて、よかったらお友達になってくださいっていうふうに声をかけてもらって、はい、それでお友達になれて、ついにはチュロスを一緒に食べました。いい話。なんでこの写真。これは言ったっけ、チュロスとか一人で食べてたんだけどとかいう話。そうなんです。結構同じ属性の子で、その日をきっかけにさらに発展していって、カレーとか半分こして食べました。カレーどういう状況？なんで半分こするの？それは一人でいっぱい食べれる。一緒に食えばいいの。ちょっと量が多いから。林も最初友達いなかったんだろ？だからお互いいない時期がありました。で私が先に抜けてすぐ裏切った。抜けてなんか今日も一人でチュロス食べますみたいな写真とか送られてきてたの見てたからそう嬉しいです私も。よかったな。相当な仲だね。はい、続いて眠り姫発見。はい、5月に山下美月の卒業コンサートを東京ドームで 2days あったんですけど、その前日リハが割と遅くまであって、朝割とみんな眠たかったんですよ。そんな時にとっても可愛い眠り姫を見つけて動画に撮ったのでちょっとはい。誰だ？小川か。小川か。しょうがないんだなあれは。別にそのリハーサル自分の出番じゃない時は寝てる子もいればって感じなんですけど、あやってすごい真面目だから先輩もいっぱいいるし、なんか見とかなきゃみたいなのが多分あって、自分の出番じゃないけどモニターを見なきゃみたいので多分ずっと戦ってて。でもやっぱ可愛いよね、やっぱね、ああいうのなっててもね。本当に動物の癒される映像でも俺めちゃくちゃ見る。眠っちゃうワンちゃんとかがさ。そうそう、いいですね。これも撮ってあるのね。撮りました。さあ続いていきます。はい、松尾。はい、山下さんの卒業コンサートでみんながサインボールを投げるところがあったんですけど、これ写真があるんです。お、いいね。わあ、あれ梅野だ。あ、梅野を撮ったんだ。はい。そうなんです。なんでこの資源ゴミにしようとしてんのかな。なんでこの人。いや、捨てちゃうじゃねえか。紙にくるまって投げてくださったんですよ。そうなんです。失恋お掃除人っていう曲で掃除するみたいな演出で資源ゴミとか燃えるゴミとかをこう投げるっていう。あれサインボールだったわけだ。そうなんですよ。なんか母曰くもうなんか取り合うとかもなくストンってきたらしくて。いいな。すごい。なかなか珍しいよね。でも奇跡だよ。あのタクシー乗るよりすごいんじゃない。完全にすごい。引っ張られると思ってなかったです。岡本。はい。これはやばいな。これこそやばいじゃん。これ事件現場だから。何これ。お仕事終わりにいおきといろはとさっちゃんと私で電動自転車でちょっとピクニックしたいねってなって東京タワーの真下でピクニックをしたんです。写真があるんですけど。東京タワーの下。夜。夜です。
ブルーシートを引いて。去年の B 級ニュースでもアルノとたこ焼きをして、その時もちょっと事件現場っぽくなってしまなんでブルーシート引くのってなって。これ岡本のブルーシートなの。はいもっと可愛い敷くやついっぱいあるんだから。これなんか公園かなんか。って。芝公園芝公園で食べ物持ってやったんだ。青春だな。こういうことやりたいんだ。俺絶対普通に店入りたい。まあ外の良さね。本当多分何の計画もなく行こうっていうので行ったんですよね。若いな。俺好きよ。やる？ぜひぜひ。やんないけど、俺こういうの嫌いじゃない。本当ですか？だからみんなのやつで参加したい。参加しちゃダメだろ。緊張感走るもんね。おじさん来ちゃった。本日は乃木坂4638枚目シングルの選抜メンバーを発表します。新しいシングルが発売されるたびにその楽曲のパフォーマンスを行うメンバーが選抜される乃木坂46。今回のフォーメーションはこちら。センターは2人体制のダブルセンター。まずは3列目、林瑠奈、神奈川紗耶、奥田いろは。続いて名前を呼ばれたのは富里奈緒。前作アンダーセンターを務めた富里が選抜入り。でも素直にすごく嬉しくて、アンダーセンターっていう経験が全力で今の自分を出せたなってすごく思ったので、もっと頑張んなきゃなっていうふうに思いました。3列目続いては田村真由、弓木奈緒、筒井あやめ。続いて名前を呼ばれたのは菅原さつき。副キャプテンになった菅原が選抜入り。前作はすごく自分にとって、こうグループとして副キャプテンをやらせてもらうけど、こう近くでお姉さんの背中を見られなかったのがすごく心残りをあげるとするとしたらそこだったので、今回は何か自分もグループのためにできたらいいなと思うし、いろんなことを学んでいける期間にしたいなと思います。続いて2列目、一ノ瀬美空、小川彩、伊予木真央、川崎さくら、梅澤美波、久保しおり、池田テレサ。最後は1列目、遠藤さくら、柿遥香。そして38枚目シングルのセンターは中西アルノ井上凪です。5期生の中西と井上がダブルセンターに。だからどうして私って思ってしまってるんですけど、この場所はすごく特別な場所だとも思うし、先があんまり私は見えてないんですけど、このシングルが私と凪のセンターでよかったって結果的に思ってもらえるように、もうとにかく頑張ります。すごくきっと乃木坂にも変化のあるシングルになるんじゃないかなと思うし、先輩方も結構卒業が続いてる中でもう一つ頑張らなきゃいけない年だなって今年思ってて、気持ちとしては乃木坂の素敵なところをよりたくさんの人に伝えられるようにみんなで頑張りたいなって思います。2025年乃木坂46は新たなスタートを切る。
これは人気になるわって思いました平均年齢90近い。あるある探検隊やってんの？蹴って起こしてうるさいよって言って一人かなと思ったらご家族が。なんて言ってる3期生の佐藤楓です。私は最近自然がすごく好きで、森とか海とか山を求めるようになりました。これって年なんでしょうか？皆さんはどうですか？チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。